こんにちは。島村楽器名古屋パルコ店の立原と申します。本日はですね、コルグさんから新たに発売されたパフォーマンスミキサー NTS4 ミキサーキットについてご紹介させていただきます。コルグ NTS シリーズといえばですね、専門的な知識やハンダ付けなどが不要で組み立てられる DIY 電子楽器キットで、これまでもですね、シンセサイザーの NTS1 デジタルキットや多機能ユーティリティツールの NTS2 オシロスコープキットやリアルタイムエフェクトの NTS3 カウスパッドキットなどですね、様々なモデルが発売されており、いずれも好評を博しています。そしてシリーズ第4弾となるこの NTS4 ミキサーキットはですね、なんと小型なミキサーなんですね。今年のドイツ・ベルリンで開催された電子楽器の祭典スーパーブースで初めて公開されてまして、会場でもかなり話題になっていたモデルなんですけれども、ついに正式発売となりました。本日はですね、そんな NTS4 ミキサーキットがどんな製品に仕上がっているのかっていうのを実況を使ってご紹介していきたいと思います。はい。では早速ですね、組み立てていきたいと思うんですけれども、これまでの NTS シリーズよりもですね、箱はやや大きめで様々なパーツが入っています。なので、作る前に一通りパーツを取り出して並べてみておくと分かりやすいかと思います。で、プラモデルのようにですね、こういったランナーにくっついているパーツもあるので、これは手持ちのニッパーでカットしていきます。まずですね、先ほどカットしたディスクプレイのカバーに相当する部分をトップパネルにつけて、次に電源のオンオフスイッチやメインの出力の基板をはめて、六角ナットを締めて取り付けていきます。この付属のプラスチックのパーツが六角レンチ側になっていますので、そちらでギュッと締めます。で、次にミュート Q ボタンを取り付けていきます。赤と黄色で6個ずつ用意されていて、サイズ系も同じなので自由に取り付けが可能なんですけれども、個人的には上のミュートボタンが赤、下の Q ボタンが黄色としておくと視覚的に分かりやすいんじゃないかなと思います。取り付けが完了したらですね、トップパネルと基板を合わせていきます。この時にですね、このプラグが入り込まないように注意します。で、ファッシャーや六角ナットをですね、各つまみや入出力の端子のところに取り付けてギュッと締めていきます。で、2つのプラグをはめ込んで、底面のパネルをですね、4点のネジと付属のドライバーで取り付けていきます。あと、それぞれのノブも取り付けていって、最後に背面に滑り止め防止ゴムを取り付けて完成です。そんなに難しくなくて、だいたい20分ぐらいあればですね、組み上がると思います。電子工作の知識や経験がない方でも簡単に作ることが可能です。はい。で、完成したのがこちらですね。幅や奥行きなんかもですね、実はボルカシリーズと同じぐらいで、非常にコンパクトに設計されています。そして、高さや厚みはですね、さらにコンパクトで、ノブを除けばですね、ボルカの3分の2ほどに仕上がっています。テーブルの上に置いても圧迫感がありませんし、持ち運び用のケースやバッグなんかにもですね、非常に収まりが良さそうです。反面ですね、重量はですね、約 613g とですね、ボルカの 1.7 倍ぐらいあって、おそらく筐体が金属製で、かなり堅牢な作りをしているんですけども、そのおかげかなと思います。軽すぎると、ケーブルを抜き差しした時とかにですね、本体が浮いちゃったり、ずれちゃったりするんですけれども、これはですね、結構しっかりとした重さがあるので、この適度な重量はですね、個人的にはむしろメリットにもなるんじゃないかなと感じています。それでは続いて、NTS4 ミキサーキットの基本概要や操作を見ていきましょう。
まずはじめにお伝えしておくと、本機種はですね、ミキサーとしては珍しくて、イコライザーが搭載されてないようです。基本的にはですね、音量バランスを調整したり、この後ほどご紹介するエフェクトなんかもですね、かけてですね、メインアートやヘッドホンから出力するという非常にシンプルで使いやすいミキサーに仕上がっています。入力はですね、全部で6チャンネルあって、このモノラルの入力が2つと、ステレオが1、2、3、4と4チャンネルあって、合計すると最大の10系統のオーディオ入力に対応しているんですね。入力端子を見ていただけるとですね、お分かりいただける通り、すべてこの 3.5mm のミニジャックですね。で、接続する形になります。はい。こんな風にですね、接続できるんですけれども、やっぱり最近のですね、こういったガジェット申請たちは 3.5mm のミニジャックを採用することが結構多いので、そのまま接続できてですね、非常にスッキリと配線できるのもいい点ですね。そして、モノラル入力にはですね、もう一つ面白いポイントがあって、アテネーター回路が装備されており、通常のラインレベルだけでなく、ユーロラック規格のモジュラー審査のようなですね、非常に大きな信号レベルにも対応することが可能です。この組み立ての時にジャンパーピンというですね、この小さなパーツを差し替えると、ラインレベル仕様、モジュラーレベル仕様と、どちらかを選択することができます。こういう小型ミキサーにはですね、意外とそういった機能が少ないので、モジュラー界隈の方にとっても結構朗報じゃないかなと思います。で、各チャンネルも見ていきましょう。まず、レベルノブですね。普通のミキサーと同じく音量調整ですね。そしてこの鮮度ノブですね。後ほどご紹介するエフェクトの量とか、外部の鮮度リターンに送る量を調整することができます。例えば、エフェクト0、エフェクトマックス。こんな風にですね、各チャンネルに用意されているので、ドラムにはエコー、ディレイかけないけど、シンセサイザーにはかけるみたいなことができます。あと、ミュートボタンもですね、各チャンネルに用意されています。なので、こんな風にブレイクを作ったりとかですね。はい。必要ない音をカットしたりすることができます。で、そして、この Q ボタンですね。例えば、まだ会場には流したくないパターンとかですね。次の音を、この音を Q を押しておくとですね、ちょっと、今、繋いでないので聞こえないんですけど、このヘッドホンの方にですね、流し込んでやることができます。はい。で、この Q バランスっていうところでですね、こっちに右端にしておくと、マスターの音がヘッドホンから聞こえて、この左端にしておくと、この Q を押したトラックの音が出るようになります。これもですね、結構ライブ中に次の音を確認しながら今鳴ってる演奏も聞きたいっていう場面非常に多いので、こういった Q ボタンとノブがあることでストレスなくモニターができます。背面にはですね、メインアートが 6.3mm 標準フォンですね。これ結構嬉しいですね。そして USB-C と DC9V 電源の入力も用意されています。この DC9V 以外にもですね、USB からも電源供給ができるんですけども、それだけでなく、この USB はですね、オーディオ MIDI インターフェースとしても機能してくれます。他にも MIDI アウトとかですね、センドリターンとかもちゃんと用意されているので、これも後ほど詳しく見ていきたいと思います。で、ここからはちょっとエフェクトについてご紹介していきたいんですけれども、本機種にはですね、そのセンド FX とトータル FX っていうですね、2種類の独立したステレオエフェクトエンジンが搭載されています。センド FX はですね、その名の通り各チャンネルのこのセンドノブでですね、送り込んだ音だけにかかるエフェクトで、チャンネル単位でかかり方を分けることができます。かけるときは、このシフトを押しながら、見えますかね。このオンオフすると LED が明るくなったり暗くなったりするんですけど、オンにして、で、このシフト、これもシフトを押しながら、このエディット1というつまみを回すと、こんな風にエフェクトタイプを切り替えることができます。ちょっと聞いてみましょうかね。
こんな風にですね、はい、7種類のエフェクトがですね、搭載されていて、かかり方を調節することができます。で、次にトータル FX ですね。これはもう先導のつまみ関係なく、オンにしたら全体にかかります。ハイパスフィルターですね。で、アイソレーター。これはフランジャーですかね。フェイザー。デシメーター。ドライブとか、ディストーションと、コンプレッサーとリミッターですね。合計でですね、センド FX が7種類と、トータル FX が10種類の17種類のエフェクトがあって、楽曲を彩ることができます。で、本機種のもう一つの魅力としてですね、このステレオの音声信号に対応したセンドリターンの、端子が実装されていることが挙げられますので、こちらもご紹介したいと思います。まずこのセンドリターンって何っていう方もいらっしゃると思うので、簡単に説明しますと、ミキサーの音をですね、一度外に送って、お気に入りの外部エフェクターなどでですね、加工してからまたミキサーに戻すというような、仕組みですね。例えばエフェクターをですね、このメインのアウトにつないでしまうと、全体にかかってしまって、このトラックにかけたいけど、このトラックにかけたくないっていうような調整ができなくなってしまうんで、このセンドリターンを利用して接続してやるんですね。そうすると、この前述のセンドつまみを使って、ドラムにはリバーブをかけるけど、他にはかけないとか、またその逆とかも調整しながらすることができます。実際の信号の流れもとてもシンプルでですね、このセンドの端子からエフェクターのインに行って、エフェクターのアウトプットからですね、このリターンに戻してやります。エフェクターにオンにして。今、この内部のミキサーのエフェクトはオフにしていますので、こんな風にですね、はい、外部のエフェクトを通して、それをトラックごとに調節することができます。実際ライブミキサーとしてはとても欲しい機能なんですけれども、このセンドアウトはあるけれど、リターンがないっていうのでですね、リターンを空いてるチャンネルに戻すっていうパターンが多いので、ここは素直にですね、センドリターンとして分かりやすくなっているのは嬉しいところですね。もちろんその内蔵のエフェクトも一緒に使うことができますので、このエフェクト、外のエフェクトをですね、かけながら、例えば内蔵のピンポンディレイなんかをですね、かけてやることもできます。なので、結構いろんなね、エフェクトだけでも、幅が広がるんじゃないかなと思います。で、NTS4 ミキサーキットにはですね、先ほど申しました通り USB 端子が搭載されておりまして、ここから電源供給も可能なんですけれども、それ以外にもですね、USB を介してパソコンとかスマホ、タブレットとオーディオの録音とか再生ですね、や MIDI 信号のやり取りが可能です。結構特別なドライバーをインストールすることなく、すぐ認識してくれるクラスコンプライアントっていう仕様になっていて、24ビット 48kHz 対応で、2イン、2アウトのオーディオインターフェースとして機能します。なので、このミキサーでですね、鳴っている音をスマホとかにそのまま録音したり、マシンライブの動画を撮ったりとかですね、タブレットの中の音をですね、一緒に USB オーディオっていうところで、ボリュームコントロールしながら、一緒に再生することもできます。他にもこの 3.5mm の TRS MIDI アウトも搭載しているので、USB 経由でパソコンの DAW ソフトとかから MIDI 信号を他の機器に送信することが
もできます。例えば、Ableton Live とか Bitwig みたいなDAW ソフトと絡めたハイブリッドなマシンライブを行っている方にもですね、嬉しい仕様ですね。はい、いかがでしたでしょうか。本日はですね、コルグさんから新たに登場したパフォーマンスミキサー NTS4 ミキサーキットについてご紹介させていただきました。コンパクトなサイズながら抜群の音質を誇り、また多数の入力チャンネルも備えており、USB オーディオ MIDI インターフェース機能や豊富なエフェクトを備えていてですね、また外部のエフェクターとかとつなぐセンドリターン端子や、このミュート Q っていうですね、ライブパフォーマンスに活用できる機能もたくさん備えていて、コンパクトながら非常に利便性が高いモデルと言えるんじゃないかなと思います。でEQ がないなどのですね、一般的なミキサーと少し異なる部分もあるんですけれども、特徴を理解して使いこなすことで、ライブパフォーマンスや制作環境をさらに広げてくれるモデルなんじゃないかなと思います。島村楽器対象各店でも取り扱う予定していますので、気になった方はぜひ店頭でチェックしてみてください。本日はありがとうございました。